みんなだ、マッシュルです。ということで今回もスクブスやっていくんですけど、今回はこちらですね。強化されたモーティス、どんなのっていうことでやっていきたいと思います。はい、ということで、モーティスをね、使っていくということで、いよいよね、情報修正されたモーティス、そして真っ白も乾燥させましたモーティス、はい、強いのかということでやっていきたいと思います。結論としては、普通に強いし、普通に使えるヒーローではあるけどっていうところですね。っていうところで、どんなところが普通に使えるのかっていうのと、あとは弱いところというか、現環境、でもそんなに見なくねっていうところをね、なんでなのかっていうのを喋っていければと思います。本編の前にチャンネル登録の方だけよろしくお願いいたします。現在クリエイターコードを目指して毎日スクバス動画投稿しております。ぜひチャンネル登録の方で応援よろしくお願いいたします。はい、ということで、まずはメールボックスの方からちょっとバランス調整というかね、モーティスが強化された内容を見ていきましょう。まずは毎秒ダメージ上昇っていうところなんで、これは普通にモーティスの通常攻撃ですね。が少し上がったと。そして基本速度が増加ということで、アーチャー君より速くてソニックよりは遅いということで、基本速度の方なんで、ターボを使った時のダッシュっていうところに関しては変化なしなのかという感じですね。そしてモンスターチャージのレベル5のところに出てくる巨大コウモリの持続時間が30秒ってところで、この辺はね、正直使ってみてもね、30秒あるからっていうのはあんま感じなかったですね。モンスターチャージ自体がもうね、すぐ溜まるので、何回も繰り返し出してると、30秒っていうのはあんまり実感しませんでしたが、一応ね、30秒生き残ってくれると。で、結構ね、この下に書いてあるところが、重要というか、その通りだなっていうところで、モーティスのやっぱキャラクターのコンセプトとしては、ヒットアンダーウェイっていうところで、ちょっとだけなんかモンスターチャージ、コウモリで、削って、で、ちょっとエメラルド稼いで逃げて、みたいな。で、またちょっと準備整えて、ちょっと弱ってる人を戦って、みたいな。そういったのがね、動きとしては理想かなって思うし、それをしてあげると結構ね、勝てたっていうのもあるので、ちょっとこのヒットアンダーウェイっていう戦法がね、意外とハマってるのかなっていうのはあります。でもう一つ、このターボがない時に移動速度が物足りないってところなんですけど、これがね、ちょっと難しいですね。基本移動速度が上がってもやっぱね、ターボ自体が欲しいっていうところがあって、ちょっとその辺は試合でも話していければと思うんですけど、ターボブーツがちょっと足んないっていうのが、モーティスのちょっと欠点というか、難しいところなのかなとは思います。ということで、スカットリーグやっていきましょう。今遊んでるモーティス先生、こんな感じです。ちょっとまだ編成固まってないというか、まだいいのあるなとは思いつつも、とりあえず組んでいる編成です。ゴブリンレオンのブレイジングタル爆弾。はい、こんな感じになっております。で、ラインナップの方は、いつも通りですね、ここ正直。火力重視のダイナマイクと、あとはパワー重視のウィザード。ここ外せないし、やっぱフランケンもね、外せないんですよ。ここニタとかもね、いいかなって思うんだけど、やっぱフランケンの能力欲しいなっていうところがあって、で、ウィザードは外せないでしょ。ダイナマイク外すとね、結構火力落ちちゃったっていうところあったりするんで、難しいところです。で、スーパーレアはテイルス。で、結構ね、バトルヒーラー大事だなと思って、スパイクが多いっていうのもありますし、モーティス結構柔らかいっていうかね、一気に押されてしまうと難しいところがあるので、バトルヒーラーを入れています。ネクロマンサーとかでも遊んだんだけど、そんなに火力変わんなかったなっていうのがあって、はい、見ていければと思います。ということで、こんな編成で、タル爆弾ですね。タル爆弾をしっかり当てて、敵を結構削ってあげるっていうのが、重要になっていますが、こちらも見ていきましょう。第1試合目、アーケード来ましたね。アーケードはちょっとまた、別で話しながらっていうところなんですけど、はい、気にせずやっていきましょう。で、ゴブリンがいるので、しっかりとね、宝箱を開けながらっていうところなんですけど、モーティスね、強いところというと、コウモリがしがみついた時、コウモリがしがみついた時はね、普通に強いですね。その、敵キャラに。なんだけど、それ以外がちょっと渋いっていうところもあるので、で、まずね、一つ目。モーティスのちょっとね、渋いところ一つ目、これね、見ていただいたらわかると思うんですけど、なんかね、モンスターチャージ使ったら、この召喚系のキャラクターの体力がなんかね、もう8割くらい削ってるんですよ。これ謎。マジでね、バグだと思うんだけど、召喚すると、なんかほら、コウモリの体力減ってるじゃないですか。これ何なのっていうところで、で、これが、ニタのクマとかさ、スーパーブルース、パワー戦車とか、ああいう系、ババラッシュとかも、ああいう系も全部体力なんか減ってて、これがですね、結構渋い。それは渋いよね。体力減ってるんだから。召喚して、で、なんかロアキンのデリバリーとか食らっても、すぐ倒されちゃうしっていうところがあって、こういうね、スパイクのサボテンボムとか、ちょっと危ないよ。逃げていきましょうか。こういうのでもすぐやられちゃうんで、ここがね、ちょっと渋いところでございます。なんだけど、しがみつけば強い。しがみつけば、ほら、モンスター狩りとかはね、結構、すんなりやってくれるんだけど、そこはね、いいところ。さあ、これちょっと、スパイクが怖いですが、サボテンボムで、うまくやりつつ、鍵だけ取って逃げる。鍵だけ取って逃げましょう。オッケー。床がね、アップしてるんで、はい。移動速度危ない。ロアキンもちょっと危ないですよ。一回ここは逃げていきまして。で、モーティスはでも移動速度とかは結構ね、不満なかったりするんで、いいかな。ターボブーツの減りはね、速いんよ。ターボブーツの減りが速いから、そこがちょっと渋いところであるけど、移動速度自体はそんなに気にならないですね。もうレオン1体いればもう十分かなっていうのはあるんで、さあ、これはスパイクが、来ていますが、うまーく避けながら、はい、こんな感じで、ヒットアンダーウェイですね。ヒットアンダーウェイができました。こんな感じで、なんかサブキャラ1枚倒すみたいな。
サブキャラ1体ちょっとね、コウモリでうまく倒すみたいなのはね、非常に優秀なんで、まあ、本当にね、これをうまくやっていきつつ、まあ、最後の最後は押し切るかなっていうところで、さ、こういうのも邪魔してあげて、コウモリだけね、こう飛ばしておけば、コウモリだけ飛ばしておけば、まあ、相手嫌がるんで、そうで、コウモリやられていいんでね、まあ、ここがやっぱ強みなんで、そう、コウモリだけをうまくどう敵に合わせていくかっていうのは非常に重要だと思います。さあ、これも一気に玉砕して、タル爆弾とコウモリで相手が近づけないですよと。はいはいはい。で、しっかりと雑草の位置も取りながら、ゴブリンでなんとかやりながら、さあ、アーケードで、まあ、ちょっとあれがね、取りたいんだよな、スパイメ鉱山。スパイメ鉱山が取りたいんだけど、まあスパイクがいるんでね、スパイクがよく出しすぎてもいけないんで、ちゃんとバトルヒーラー取ってからスパイクとは戦いたいところ。さあ、ここは、スパイクが来るけど、タル爆弾もあるよ。タル爆弾もあるよ。どうする？一回回復しましょうか。これ、痛い、なんかやられたね。なんかやられたね。これが厳しいんだよな、コウモリ。こういうのがね、モンツ当たってしまうと一気に壊滅するんで、マジで渋いんだけど、さあ、上ちょっとやり合ってるんで、さあ、しっかりここは、オッケー、削っていく。一体削った。一体削って、エメ確保。まあ、ちょっと500エメ持ってる人がいるんで、それがちょっと、一歩リードしてるな。さあ、ここラフス。いやー、これ、ちょっと今回あれだね。あれまで取れないね。なんだっけ。バトルヒーラー。バトルヒーラーまで取れないんだけど、バトルヒーラーが取って、一体誰か潰したいな。スパイク潰したらね、潰したいんだけど、600持ち潰したいよな。ポーション取る、600持ちいる。さあ、スパイク。いや、スパイクこれいけるいけるいける。これスパイクいける。これこんなに弱ってるスパイクはね、いきます。はい、いきます。はい、こんな感じで。いや、普通に火力出てるでしょ？普通にヒーロー潰せたじゃんっていう感じで火力出てるんですよ。そうなんですよ。で、これ最後来るね。最後来るね。こっち側来るね。こっち側来るね。うわ、危ないよ。やっちゃダメだよ。オッケー。実況中心になりましたが、どうですか？普通にね、火力出てると思うし、まあ、ヒットアンドウェイでちょこちょこ敵も倒しながらっていうのは、まあ、確認できたと思います。だからそうなんですよ。コウモリが食らいつけば普通に火力出るし、移動速度もまあレオンがいれば十分走れる。で、あとはコイン稼ぎ考えてあげて、まあどこで火力を出していくかっていうところですね。サブキャラもしっかりと取って言えてっていうところで、結構ね、不満なく編成は回っているっていう印象はね、あります。さあ2試合目、ギフトクリッターやっていきましょう。で、まあモーティス、まあさっきのね、映像というか、まあ1試合目はとりあえず勝つことができたんで、1位取ることができたんですけど、まあちょっとね、じゃあどういったところが難しいというかね、弱いというか、まあそういうところもね、ちょっと話していきたいんですけど、まだ、モーティスやっぱ使われないだろうなっていうのがあって、全体的にはやっぱ使われないだろうなっていうのも感じてて、まあ、そのポイントとしては、モンスターチャージがやっぱね、難しい。これシンプルに。モンスターチャージが敵にくっつけば強いんだけど、敵にくっつかないんだよね、ほら。こんな感じで。もうボットのロアキンにすらあしらわれるって感じで、さ、こんな感じで。頑張れ、ほら、巨大コウモリが上でね、今なんかちょっと、のそのそやってるでしょ？全然消せないじゃん。こんなんあちゃくいだったら、タップするだけで1体サブキャラ消せますからね。まあそこがやっぱね、使われないポイント。モンスターチャージが、まず、狙ってちゃんと当たるか。敵にターゲット取ってくれるかっていうのが一つ大事なポイントと、なんか3個落ちてね、これ。落ちてるくないですか、この人。ちょっと倒させていただきましょうか。いやー、怖いよ。で、そのターゲットを取って張り付いたとしても、敵に張り付いたとしても、まあ、そんなになんか瞬間的な火力出してくれるわけじゃないから、ヒットアンダーウェイとはいえ、削り切るまでちょっと待たないといけないっていうね、1、2秒。だから、アチャクイとかに狙いを定めるとね、結構 X タイプで反撃受けちゃうんだよな。その X タイプの反撃がマジ痛いんだよな。っていうところで、ヒットアンダーウェイしてるのを、あちゃくいじゃねって思う時がある。火力がね、出すのが難しいね。これ火力が出ないわけじゃないんよな。別にポーション取ってるんだけど、これ、ロアキンもこれ、全然これひっつかない、これコウモリが。通り越してなんか、あっちのババキン行ってるし。あっちのババキン。そう、だから、ひっつかなかった時がマジででかくて、削りきれないんだよね。だからボットでこんな感じだから、プレイヤーなんかもう動き回るからね。ここが難しいところ。さあ、これで、ラフス取って、さあこんな感じで、いけーコウモリ。いやいけー、でもなんかいろいろあしらわれてんだよな。まあでも悪くないか。これくらいはまあ悪くないか。でもね、このスピード感なんだよな。倒すのが、敵を倒すのが。このスピード感は悪くないんだけど、結構ね、速いスピード感で敵は倒せるんよ。なんだけど、それより速いのがスパイクとか着衣なんで、そこにやっぱ勝てない感じがするな。さあ、ソールドアウトしたんで、タルボタン。いやー、何にもできない。何にもできない。何にも、取り柄がね、何にも見どころないけど、いや、まあまあまあ、なんかちょっと渋いな。さあ、ちょっと見どころがなかったので、3試合目行きましょうか。まあ、大幅カットしてると思いますが、まあ、弱かったところ、弱いポイント的なところをね、ちょっと話してるんだけど、まあね、コウモリにちょっと左右されすぎてるな。コウモリがひっつけば強いけど、ちょっとひっつくのが、まあ難しいっていうのがあって、ち
ょっとね、その辺が、もうですね、まあ練習すればどうにかなるかもしれないけど、とはいえなんかもうちょっとなんか他のヒーローはさ、アーチャクイなんかも、パンってタップするだけで、あんなね、火力出せるし、まあスパイクもね、サボテンボム、パーンと投げるだけでいいし、あと、まあババキンとかソニックとかも、サブキャラ揃ってたらさ、ババキンとかソニックってまあバフ乗せて戦えるじゃないですか。乱闘しやすいじゃないですか。モーティスってなんか乱闘しにくいんだよね。なんか、いや、これ、スパイク、ちゃちゃ入れるぞ。ちゃちゃ入れるぞ。ちゃちゃ入れちゃうぞ。こういうね、なんか単体キャラみたいなのしかいないときはね、結構勝ってたりする。コウモリが強いから、コウモリだけで追い払ったりするんだけど、ちょっと無理でした。さすがに無理でした。マックス取られたし、ターボブーツがないんよ、こっち。鶏本当は入れたい。鶏本当は入れたいんだけど、ちょっとね、ターボブーツなくて、渋ございます。ここがやっぱ渋いんだよね。で、鶏、じゃあ何に入れますかというところで、鶏入れるか、鶏の代わり誰入れるか、みたいなのね、考えてますし、ロアキンやめて、本当に。もうロアキンやめて、本当に。もう全然倒せない。タラ爆弾使っていくんだけど、コウモリ食らいついて、もうどんだけかかっとんこのロアキン倒すのにで、スパイクが来てさ、うわー、鍵取られたしさ、みたいな、ほら。こういうのね、なんであんな削れないのみたいな。それはやっぱコウモリが食らいつかないからっていうのがあって、なんかそこがやっぱ難しいんだよな。モーティスは、あんな着衣だったら X スナイプパーンで終わりだよって思っちゃうんだけど、まあちょっとスパイ目鉱山取って逃げかな。もう3体スパイクいるんでね。モーティス1、スパイクさん、しんど。さあ、これで、うまくやってきたけど、痛いな、なんか矢の雨食らったけど、まあ、矢の雨程度だったらね、まだ耐えれるんで。なんかやり合ってる。ギョフローズ。こんなの。オッケー、取った。お姉ちゃん、鍵は取れてるね。鍵取れてないけど、エメラルド取ったんで、逃げていきながら、痛い、サボテンボム、全部食らってる。もう最悪、もうポコ消されたらもう戦えんわ。いや、それ旅商人だけちょうだい、旅商人。オッケー、旅商人倒した。痛い、やだみたい。オッケー、逃げましょうか。逃げて、なんとかね。スパイ目鉱山だけ取って、ターボ管理ちゃんとしないといけないんだよな、モーティス。ここが難しい。はい。一旦逃げてるよ。もうこれ稼ぎ逃げっすね。まあ、スパイクと真正面からやって、勝てる気もしないんで。これ、タル爆弾置いといて、タル爆弾に吸い込まれてったら嬉しかったけど、まあ。そこでラフス取っていきましょう。527がいるんだよな。527が。さあ、テイルスで、やり合ってる。スパイクが熱い戦いやってる。熱い戦いをやってますね。さあ、スパイク同士で削り合ってください。そことそこ、試合決定で。さあ、これ394なんで、300の方戦ってもあんま意味ないよな。いや、痛い。弱ってるから本当は行きたいんだけど、これは、いやでもさ、体力バフかかってるからさ、向こう。痛い。これ終わる。全部壊滅する。マジで。サボテンボムやめて。サボテンボムやめて。これ倒さないと真ん中取られてんだから。うりゃ、オッケー来た。オッケー、なんとか倒した。スパイク倒したよ。スパイクの中で生き残った。はい、ということで、まあ、漁夫乗りをね、してうまく勝つことができました。まあ、ヒットアンドウェイですから。はい、ということで、今回はモーティス使っていきましたが、いかがだったでしょうか。まあね、戦えるヒーローではあるし、強いっていう感触もね、あるので、別に悪くないなとは思うんだけど、まあ、ちょっとアチャクイとかスパイクがやっぱ環境としてシンプルに強いので、まあ、その辺がまだまだ壁がちょっと感じるなっていうのはありました。まあ、編成もね、もうちょっといい編成があると思うので、ちょっといろいろ試してるところではあるんですけど、まあ、ニタとかちょっと入れたいな、本当は。なんだけど、まあ、ニタとか入れるくらいだったら、バトルヒーラーで体力アップした方が早いよねって思っちゃったりとかね、ダイナマイクの方が火力高いよねとか思っちゃったりするんで、そこがちょっとね、また難しいポイントではあります。で、あとはやっぱモンスターチャージの使い勝手というかね、まあ、PS がある、ないとかももちろんあると思うんだけど、ちょっと普通に考えてさ、タップするだけで、とか近距離に近づくだけで、とりあえず高火力な X スナイプとかさ、範囲攻撃で足止めできるサボテンボムとか、なんかババキンとかソニックもさ、タップするだけでとりあえず火力上がりますみたいな、まあ、使い勝手の良さあるよね。なんだけど、モーティスっていうのはちゃんと狙って、で、近づすぎたらまたコウモリ通り越して、みたいな、なんかそういったモンスターチャージの使い勝手の悪さっていうか、まあ難しいというかね、なんか他のヒーローに比べてモンスターチャージって難しいんだなっていうのは感じたんで、そこですね、モンスターチャージの使い勝手の難しさに加えて、仮に敵にモンスターチャージが当たったとしても、例えばロアキンだったらなんか親衛隊の方にターゲットを取ってますとか、あとなんか謎のバグで HP がないので、敵のブレイジングレートで一瞬でコウモリ消されましたとかなんか、こういったね、ところも噛み合って、まあ弱いというか難しいというか、まあ使われにくいヒーローになっちゃってるのかなと、思います。はい、っていうところで、
まあ、とりあえずモーティスの、使ってみた感じですね。まあ、バランス調整とかはね、ちょこちょこ使ってはいるんですけど、弱いわけじゃないです。強いというか、まあ、使える部類にはあるんだけど、それ以上に強いヒーローとか、使い勝手のいいヒーローとか、まあ、環境に合ってるヒーローがいるから、ただ使われてないだけなのかとは思いました。はい、というところで、いい編成も見つけていきたいので、ぜひ、高評価、チャンネル登録お待ちしております。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。涙の色はエメラルドブルー、宝石みたいに光ってる。流れ星を見上げていたあの夜も